はぁ、今日のおやつはおせんべいとお茶よ。最高ね。相変わらず渋いな弥生さん。でもその米とお茶、もともとどこから来たか知ってるか？スーパーで買ってきたのよ。セールだったし。いや、そういう意味じゃないんだぜ。数千年前のルーツの話だ。ルーツ？稲作伝来とかそういうやつ？そうだ。実は2025年に発表された最新の古代ゲノム研究で、東アジアの農耕と言語の歴史が大きく書き換わろうとしているんだ。2025年って今年じゃない、そんな最新情報があるの？ああ。ションらとワンらによる2つの重要な論文が発表されたんだ。これによって、私たちが使っている言葉や農作物の起源について、これまでの常識を覆すような新しい事実が見えてきたんだぜ。それは面白そうね。詳しく教えてくれる？もちろんだ。今日はこの最新研究をもとに、東アジアの古代史を解説するぜ。お願いするわ、ゆっくりしていってね。今回のテーマはズバリ、農耕と言語の拡散、だ。農耕と言語？セットで動くってこと？その通り。太古の昔、農業を始めた集団は、食料が増えて人口が爆発し、新天地へ移動を開始した。その時、彼らは遺伝子、と農作物、だけじゃなく、言葉、も一緒に運んだんだ。これが農耕言語拡散仮説だ。人が動けば言葉も広がる。まあ、当然っちゃ当然ね。今回の2025年の研究では、3つの地域と言語グループに、決定的な証拠が見つかった。順に見ていくぞ。1黄河流域シナ、チベット語族の起源。2長江流域オーストロネシア語族の起源。3中国南西部オーストロアジア語族の起源。それぞれ別の場所から広がっていったのね。そして、この話は巡り巡って日本人のルーツにもつながる。日本も関係あるの？それは聞き捨てならないわね。特に稲作の起源である長江流域の話は重要だぜ。古代の DNA 解析技術が進歩して、数千年前の骨から、当時の人々の移動ルートがはっきりと見えてきたんだ。科学の力ってすごいのね。ワクワクしてきたわ。今回の研究のすごいところは、サンプル数の多さにもある。ションらは74人もの中期新石器時代の古代人ゲノムを解析したんだ。74人、それって多いの？古代 DNA 研究としてはかなりの規模だぜ。特に、保存状態が悪くて難しかった長江流域のデータが、一気に増えたのが革命的だ。これで空白が埋まったんだ。なるほど、パズルのピースが揃ったってわけね。そういうことだ。それじゃあ、まずは、この農耕言語拡散仮説について基礎から解説していくぜ。さて、農耕言語拡散仮説をもう少し掘り下げるぜ。農業と言葉がセットって話よね。さっき聞いたわよ。重要なのはなぜ広がるか、だ。狩猟採集の時代は、人の移動は小規模で、人口密度も低かった。だが、約1万年前に農業が始まると事態は一変する。安定した食料が得られるから、子供がたくさん育つようになる。人口爆発ね。賑やかになりそう。そうすると、村の土地が足りなくなり次男や三男は新天地を求める。家族を連れて外へ出て、新しい村を作るんだ。開拓者精神ね。でも先住の集団もいたでしょ？いたさ。でも農耕民は人口数で圧倒的に勝る。先住の集団と混血したり、あるいは帰還したりしながら、自分たちの言葉をその土地に定着させていった。なるほど。言葉の植民地化みたいなものね。これが数千年続くと、広大な語族が誕生する。今回扱う3つの語族は世界的にも巨大なグループだ。1つ目はシナ・チベット語族。中国語やチベット語、ビルマ語など。2つ目はオーストロネシア語族。太平洋の島々の言葉だ。ハワイとかニュージーランドも？海を渡りすぎでしょ。3つ目はオーストロアジア語族。ベトナム語やクメール語だ。これらの起源を解明するために古代ゲノム解析が使われた。骨から DNA を調べるやつね。どんなことがわかるの？その人のルーツはもちろん、混血の度合いや、現代人の誰に近いかまで数値でバッチリわかるんだ。ションらの研究では、PCA 分析や QP アダムといった統計手法を駆使して、古代の人口構造を詳細に復元したんだぜ。難しそうだけど、要するに家系図作りね。まあそんなもんだ。特に今回注目すべきは、黄河と長江という二大農業地帯の交流が明らかになった点だ。交流？仲良くしてたの？一方通行じゃなく、双方向の遺伝子の流れがあった。北の阿波作民と南の稲作民は互いに影響し合っていたんだ。昔から泡とお米はコラボしてたのね。では本題だ。まずは北の黄河流域から見ていこう。ここで約1万年前に始まったのは泡やキビの栽培だ。お米じゃないのね。雑穀ってやつ？そう。この阿波作農耕民がシナ・チベット語族の
直接の祖先だと考えた。これは以前からの説を裏付けるものだ。特に重要なのが、中流域の行商文化、だ。約7000年前から栄えた文化で、西門土器が有名だな。派手な土器ね。おしゃれじゃない。今回の研究で、黄河流域の人々は一枚岩じゃなかったことが分かった。上流、中流、下流、で、それぞれ遺伝的な特徴が違ったんだ。同じ黄河なのに？どうして？周辺の集団と混結したからだ。例えば、下流域の人々は、南方の長江流域の人々や、地元の狩猟採集民と混ざっていた。中流域の人々は、北方の古代北東アジア人の影響を受けた。結構複雑に混ざり合ってるのね。そして彼らは、黄河中流域から西へ、東へ、南へと広がっていった。これが、病抵抗期の文化爆発と連動しているんだ。文化と一緒に人も動いたのね。特に西へ向かった集団は、やがてチベット高原へ至る。チベットって標高高いわよね。平地の人にはきつくない？そうなんだ。そこで驚きの発見があったんだぜ。弥生さん、デニソワ人、って知ってるか？名前は聞いたことあるわ。絶滅した求人でしょ？彼らは高地適応に有利な EPAS1 という遺伝子を持っていた。これがあると、酸素が薄くても血液がドロドロになりにくいんだ。便利ね、酸素ボンベいらずだわ。今回の研究で、甘粛省の大地湾遺跡から出た、約5800年前の農耕民が、すでにこの遺伝子を持っていたんだ。5800年前に。今まで知られてなかったの？これまでは5100年前の双日遺跡が最古だった。つまり、記録が700年も遡ったことになるんだ。農耕民がチベットに入る前から準備万端だったってこと？黄河上流の農耕民は、高原の狩猟採集民と出会い、その遺伝子を取り込むことでチベット進出に成功したようだ。現地妻ならぬ現地遺伝子をゲットして生き残ったのね。これが現在のチベット人の起源の一つになっている。一方、東の山東半島には大分耕文化がいた。彼らも阿波作民だが、長江からの影響も受けていた。阿波と稲作の技術交換が行われていた証拠だな。昔の人もグローバルに交流してたのね。次は南へ目を向けよう。長江流域の話だ。ここはジャポニカ米のふるさと。私たちの主食のルーツだ。待ってました。お米の話。日本人ならお米よね。ションらの解析で長江中下流の新石器時代のゲノムから、驚きの事実が確定したんだ。これが今回の目玉の一つだ。長江の稲作農耕民こそが、現在の台湾先住民、つまり、オーストロネシア語族の北の起源だと証明された。オーストロネシアって南の島の言葉よね？そうだ。これまでは台湾や中国南東部が起点とされていたが、そのさらに大元が、長江流域だと遺伝的に分かった。有名なカボト文化や領書文化の人々だ。彼らは東アジア沿岸南部の遺伝的特徴を持っていた。領書文化って、巨大な都市遺跡があった場所よね。そう。高度な文明を持っていた彼らが南へ移動したんだ。面白いのは、長江の中流と下流は別々の集団と思われていたが、遺伝的にはかなり近くて、均質だったことも分かった。長江という大河で繋がっていたのね。さらに、中流域の大慶文化では、北からの影響も見られる。黄河の農耕民との混血がここでも確認されているんだ。さて、長江の稲作民は海を渡って台湾に到達する。そしてフィリピン、インドネシア、太平洋全域へ広がったんだ。まさに稲作と言語が海を渡ったのね。台湾のアミ族やタイアル族の DNA を解析したところ、長江流域の農耕民と台湾の在来集団の混血モデルで、完璧に説明がついたんだ。長江成分は約 60% だぜ。半分以上が長江由来なのね。結構なインパクトだわ。一方で、大陸に残った人たちは北からの黄河集団と混ざり合い、後の漢民族の一部になっていった。特に南洋盆地のような南北の境界地域では、阿波作民と稲作民が活発に交流していたようだ。阿波とお米の出会いね。ミックス定食みたい。この交流が、東アジアの複雑な歴史を作ったんだな。最後は中国南西部、雲南省のあたりだ。雲南って、東南アジアへの玄関口よね。ワンらの研究では、ここの古代ゲノムを解析して、オーストロアジア語族の起源に迫ったんだ。ベトナム語とかのルーツね。ここも長江から来たの？いや、ここはもっと複雑で面白いドラマがあるんだ。雲南省の黄義遺跡という場所が鍵になる。ここの約7100年前の個体は、奇想アジア人だった。奇想アジア人？何それ？後の時代の人々とは異なる、この地域独自の古い系統だ。この古い系統は、チベット高原の人々にも一部残っている。大昔からそこにいた先住の人たちってことね。
だが、約5500年前以降の後期新石器時代になると、ガラッと様子が変わるんだ。雲南中部系統の登場だ。人が入れ替わったの？どこから来たの？北からの黄河農耕民と、東からの長江農耕民が流入し、地元民と混結した結果、新しい集団が生まれたんだ。この新しい混結集団こそが、オーストロアジア語族の祖先だと、特定されたんだぜ。これが決定的な証拠だ。雲南が泡と米のクロスロードだったのね。彼らはその後南下し、東南アジアへ広がっていった。今のベトナムやカンボジアの基礎を築いたわけだ。さらに後の時代には、クラ第五族の祖先も、南中国から入ってきて、遺伝的なモザイクを作った。東南アジアの多様性はこうやってできたのね。さて、いよいよ弥生さんが気にしていた日本の話だ。待ってました。日本人はどこに入るの？オーストロネシア語族の祖先が長江下流にいたと言ったな。日本の稲作も長江が起源だ。じゃあ日本人は同族か？お米が同じなら、人も同じじゃないの？そこが複雑なんだ。木村の2024年の研究では、山口県の土井ヶ浜遺跡の弥生人のゲノムを解析した。土井ヶ浜って、渡来系弥生人の代表格ね。その結果、弥生人は縄文人の遺伝子に加え、北東アジアと東アジアの遺伝子を多く持っていた。そして、最も遺伝的に近いのは現代の韓国人だったんだ。やっぱり朝鮮半島経由なのね。長江の人とは違うの？ここでアルタイ言語連合、もしくは否定者も多いがトランスユーラシア語族という仮説が出てくる。日本語、韓国語などの共通祖先、もしくは言語連合はもっと北、西洋が流域の阿波作民だという説だ。つまりこういうことだ。よく聞いてくれよ。稲作の技術は長江から北へ伝わり、山東半島や朝鮮半島で北方の遺伝子を持つ人々が、その技術を取り入れた。そして、その北の遺伝子と南の技術を持った人々が、日本列島へ渡ってきたんだ。これが弥生人だ。お米のルーツは長江だけど、運んできた人は北の人なのね。正解だ。だから日本人はオーストロネシア系とは、遺伝的には距離があるが、文化の恩恵は受けている。というわけで、2025年の最新研究を紹介したぜ。黄河、長江、雲南、みんな繋がってたのね。独立していたわけじゃなく、互いに交流し、混ざり合い、壮大なドラマがあったんだ。日本もその物語にいる。ご飯一杯にも、数千年のロマンが詰まってるわね。ああ。次に白米を食べるときは、遥か長江の祖先や、旅をしてきた弥生人に思いを馳せてみてくれ。そうするわ。古墳さん、今日もありがとう。おう。面白かったらチャンネル登録よろしくな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。